ある日、小さな動物病院に出産間近の母猫、キキが運び込まれました。キキは合併症を引き起こし、帝王切開で赤ちゃんを産むことになります。その後、3匹の子猫がお腹から取り出されましたが、生き残ったのはたったの1匹だけでした。その子猫はモクシーと名付けられたのです。当時の様子を動物病院のスタッフであるチェルシーさんはこう語ります。モクシーはとても未熟な状態で生まれ、生き残る確率はわずかでした。彼女はほとんど息をしておらず、体も冷たくなっていたんです。それでもモクシーは、僕は自分の運命を変えるんだ、と言っているかのように必死に戦い続けていました。呼吸はとても浅く、その体は凍ってしまいそうなほど冷たかったモクシー。彼女の爪先は紫色になっていて、全身が痩せ細り、とても弱々しく見えました。私はそんなモクシーの姿を見て、今日一日持たないかもしれないと思っていたんです。チェルシーさんはモクシーに生き延びてほしいと手を尽くしました。彼女は冷たいモクシーの体をタオルで優しく何度もこすり、ずっと声をかけ励まし続けます。すると少しずつですが、モクシーの体に温かさが戻ってきたのです。どれくらい時間が経ったのかわかりません。徐々にですが、確実にモクシーに変化が見られていったのです。紫色だった爪先は次第にピンク色になり始め、頭を少しだけ動かすようにもなりました。さらに呼吸も速くなり始め、モクシーの体はどんどん暖かくなっていったんです。しばらくすると彼女はようやくニャーニャーと声を出してくれました。私はその時、産声を聞いたような感じがして、思わず涙があふれてしまったんです。モクシーはその後も泣き続けました。その姿はまるでもっと生きていたいことをチェルシーさんに訴えているようでした。生まれたばかりのモクシーは私の手のひらよりも小さく、体重はわずか82グラムしかありませんでした。そんなモクシーの命が今にも尽きてしまいそうで、私はとても恐ろしかったことを覚えています。でも彼女の生命力はそんな私の考えを吹き飛ばしてくれたんです。モクシーが命を取り留めたその夜、帝王切開を行った母親のキキは輸血の必要があり、別の部屋で安静に過ごすことになりました。そのためチェルシーさんは2時間おきにモクシーにミルクを与え続けます。翌朝、順調に回復したキキはモクシーに会い、母性本能がどんどんと溢れ出てきたのか、唯一生き残った大切な我が子を抱きしめ、驚くほどの愛情で懸命に世話を始めました。そんなキキの溢れる愛情のおかげで、モクシーは日に日に大きくなっていったのです。1週間後には這いながら歩けるようになり、3週間後にはパッチリと目も開くようになりました。そしてモクシーが初めて見たものは、ずっとそばにいてくれたお母さんだったのです。その瞬間、モクシーは耳をピンと立て、喉をゴロゴロと鳴らし始めました。その様子を見ていた誰もが温かさと安らぎを感じていたのです。モクシーが初めて喉を鳴らした時、あまりの可愛さと喜びで、私はすっかり彼女の虜になってしまいました。最近では私の膝の上でも嬉しそうに喉を鳴らして甘えてくれるんです。そんな姿を見るとさらに愛おしくなっちゃうのは
お分かりですよね。と、チェルシーさんは満面の笑みで話してくれました。その後も、モクシーはキキやチェルシーさんのもとで確実に大きくなっていきます。モクシーはとってもいたずら好きな女の子に成長しました。我が家には犬もいるのですが、元気になったモクシーと合わせてみると、あっという間に打ち解け、今ではすっかり家族の一員となっていたんです。一番幼いモクシーは私たちに構ってもらいたくて、いつも元気に飛びついてきます。モクシーはあっという間に家族のアイドル的存在になってしまったんです。と、笑顔で語るチェルシーさん。ですが、チェルシーさんは急に真面目な表情になり、こう語り出します。モクシーは生まれてすぐに生死の境をさまよいました。しかし、その小さな体で戦い続けました。私は彼女が誰にも負けない強い意志を持っていることを知っています。そして私たちはそんなモクシーからいつも勇気を与えられているんです。モクシーは生後1ヶ月を迎えました。死の淵から奇跡の生還を果たし、大きく成長したモクシー。そのつぶらな瞳を見ているだけで、心が癒される思いですよね。